はい。はい、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 はい。お待たせしました。いらっしゃい、こんばんは。ハロー、Q さん、ハロー。はい、というわけで、やってまいりました。ホラーノベルのお時間でございます。というわけでね、本日、木曜日ですけど、皆様、いかがお過ごしでしょうかという感じで、始めていきたいと思います。あ、いらっしゃい、スリープさん、こんばんは。怖いゲームやります。僕はね、今日ね、朝から雨予報だったんですけど、元気に傘を忘れて出て行きまして、まあでも結果はね、雨には当たらなかったと。これがまさに万世ってね、っていう感じで、まあ今雨降ってるんですけど、そんな感じで、そんな感じの一日でございましたと。で、もう3月も終わるというのに、春はいつ来るんですかね。もう去年はこの頃あったかかったような気がしないでもないんですけどね。これあれですかね。ゲーム音と傘なんてとうの昔に捨ててやったわ。おお。なんだっけ。トトロに出てくるさ、あれはケンタだっけ。んってやつ。んってやつ。あいつか。くれてやったか。春はあげぽよよ。春はいずこに。桜はまだ咲いてないと聞いてます。咲いたらね、見に行こうかなっていう感じで、今日もやっていこうと思うんですけど、今、ゲーム音を一応流してます。聞こえてますかね。今ね、ノイズみたいなのが流れてるのは、これはゲーム音だね。僕のマイクの問題ではない。ちょっとでかいかな。もしかしてでかいかな。僕のマイクの音量とゲームの音量が合っていればやっていこうと思うんですけど、もしかしてこれ流れてない？もしかしてでかいかな。大丈夫そうかな。そう。これプツプツ言ってるのはね、これ僕じゃないです。普通にゲームの仕様ですね。こういうゲームです。よいしょ。じゃあ大丈夫そうだね。始める前になんだけど、みんななんか気づいた？これね、ちょっと違うんだよね、いつもと。その前髪3ミリ切ったとかそういうのではないんだけど、これね、字幕をね、つけてみたの。英語字幕になるんだよ。ノベルゲーをやるってことでね、僕もグローバルに行こうかと。いや、怪奇現象は起きてないですね。まだこれからです。というわけで、これからね、怪奇現象に会っていきます。いや、これでね、海外日記もノベルゲーが読めると。そういうことですね。はい、では、海の向こう側に向けて対応したということで、読んでいきます。これね、音量の設定がね、画面がなかったんだよね。目次開いたらこんな画面で、僕は英語できないです。あれこれ画面にあれだよね。英語流れてるので、他力本願でグローバルに向けていこうと思います。僕はできないです。挨拶くらいです。
今ワンワン言ってるの音量大丈夫そう？大きそうだったら OBS の方で物理的に下げるけど。そう、海外日記とネキリね、ぜひともジャパニーズホラーというものを提供していこうかと。これで日本語勉強中の海外日記、海外ネキにもね、教材を与えられるという。教材になるかどうかわかんないんだけど、僕の日本語は小学生低学年くらいだから多分すぐ覚えられるんじゃないかな。でちょっと音量が大きいようだったら途中で教えてください。設定ができないそうです。なので僕が物理的に OBS の方の音量を下げます。というわけで、1話目街道でいいのかな。これね、あれなんですよ、X の方でも紹介させていただいてるんですけど、この絵の作者さん、ホラガイさんという方が作られているんですけど、この方がね、僕以前にも配信をしてまして、はい、エブリワンが言えればもう十分。もう英語喋れたと言っても過言ではない。で、以前に配信しました、キテレツ相談ダイヤルというゲームが、いい感じ ?OK です。っていうゲームがあったんですけど、そちらの作者様と同じ制作の携わっておりまして、こちらがね、第1作目らしいですね。で、そのキテレツ相談ダイヤルというゲームがどういう感じなのかと、軽く説明しますと、電話を受けて会議にあった人が電話してくる相談室みたいな。で、僕がその会議を正体を見抜いて教えるか、会議ではない妄言かを言うかっていう、なんかそういう感じの、ざっと説明するとこういう感じのゲームなんですね。で、そこの中に出てくる会議がこのね、会話で取り扱ってる会だそうですよ。何個かねあったんですよ、謎の会が。なんだっけ、ゆべぬろ様だっけなみたいな会があって気になってたので、これで出てくるらしいので1話ずつ読んでいこうかなっていう感じになっております。で、今日は1話目街道というお話ですね。道のお話なのかな。でね、あらすじがあったので読んでいきますね。街道、夢の一人暮らしを始めた英介、美人な隣人、心優しい仕事仲間と出会い、この先に待っている素晴らしき人生に胸を躍らせる。心なしか道行く人々もみんな笑っているようだ。この街は笑い声が絶えない。いつもどこかで誰かが笑っていると。そういう感じのあらすじでしたね。どうやら街の中の人々がおかしい、そういった感じらしいですね。というわけで進めようか。スタート。おお、なかなかにちょっと僕の音がうるさいね。パソコンの方のボリュームを下げます。見上げると新しい生活の門出にふさわしい、とても晴れ晴れとした空が広がっていた。引っ越しトラックの関音扉が勢いよく閉められると、格好のいい配達員さんが俺の方に近づいてくる。じゃ、荷下ろし完了したんで我々はそろそろ撤退したいと思います。田舎からやってきた大学生なのかな。大学生ではないか、仕事仲間って書いてあるから新卒かな。ここの配信ね、海外にも来てくれてるんですよ。海は広い。どうもありがとうございました。新卒の子かな。しまった、つい悪い癖が出てしまった。お礼を言う時に相手と目を合わせない癖は前々から直そうとは思っているんだけど、なかなか一筋縄じゃいかない。
よく見ると配達員さんの笑顔に一筋の汗が流れている。春先とはいえ空気はまだちょっと肌寒い。そんな中、汗を流すほど一生懸命に働いてくれたなんて、改めて感謝の念が湧き上がってきた。配達員さんはそんな俺に爽やかな笑顔を返し、トラックに乗り込んで走っていった。トラックが見えなくなるまで見送ってから、ふとアパートを見上げてみる。ここが俺の新居か。なんだか急に新生活への実感が湧いてきた。これから俺らの初めての一人暮らしが始まるんだ。そう思うと胸の高荷が抑えられなかった。新卒っぽいね、やっぱり。あら、荷下ろしは済んだのかしら。女の人かな。隣人も美人らしい。あ、違った。全然隣人じゃなさそう。声の方に顔を向けると大家さんが立っていた。手にはほうきとちりとりが握られている。掃除に出てきたのかな。もしかしたら引っ越しの作業が終わるまで待っていてくれたのかもしれない。あ、はい。今日からお世話になります。改めてよろしくお願いします。深々とお辞儀をすると、大家さんね。こちらこそよろしくね。何かあったら何でも頼ってちょうだいと笑顔で返してくれた。この優しそうな雰囲気がどことなく母さんっぽいんだよな。初めて会う時はもし怖い大家さんだったらどうしようと不安だったけど、全然そんなことはなかった。それに加えてこの辺りの物件を調べた中では家賃も比較的安いし、一人暮らしのいいスタートを切れたんじゃないかと思う。はい、ありがとうございます。困ったことがあったらお言葉に甘えたいと思います。俺は大家さんにそう言い返してアパートの階段を上った。大家さんね。物件はすごくいい感じだけど、強いて言えば階段がちょっとだけ急勾配なのがたまに傷かもしれない。田舎の家って階段急ですよね。すっかり一段落した気分でいたけど、引っ越し作業はまだまだ終わってないんだ。部屋に広がる未開封の段ボールを思うとため息が出そうになる。あるあるだね。部屋のドアに手をかけるとガチャリと隣のドアが開く音がした。反射的に目を向けると中から出てきた人と目が合った。きっとお隣さんだ。本当ならここで挨拶を交わすところだけど、言葉が出てこなかった。絶句というと大げさかもしれないけど、実際の言葉が出なかったんだから間違ってはないと思う。お、この人だけね、なんかグラフィックが明らかに違うんですよね。それくらい俺の視線の先にいる女性は美人だった。いけない。あんまりぼーっと突っ立ってるのも変だ。何か言わないと。でもなんて言えばいい。第一印象って大事だよな。ああ、ダメだ。考えれば考えるほど言葉に詰まってしまう。恋のように口をパクパクさせているか。口の中まで乾いてきた。どうしよう。声が出ない。あ、もしかして今日引っ越してきた人かな。先に口を開いたのは女性の方だった。頑張れ、新卒。はい、そうです。エースケって言います。よろしくお願いします。声が上ずってしまった。恥ずかしい。思いっきり緊張しているのが間違いなく相手にも伝わっただろうな。ケーノさんね。私はケーノって言います。よろしくね。ケーノさんっていうのか。下の名前は何て言うんだろう。聞いてみたかったけど、第一声からすでに緊張している俺はそこまで踏み込む勇気が持てなかった。ひんやりと頬に風の冷たさを感じる。ケイノさんの微笑みを前にして、いつの間にか顔が熱くなってたみたいだ。もしかしたら目に見えて赤くなっているかもしれない。そう思うと余計に顔が熱くなった。一人暮らしなの？大変ね。そんな俺に気を使ってか、ケイノさんは言葉を続けてくれた。はい、そうなんです。大変だと思いますけど、頑張ります。無駄に動きを強くしてしまった。危うくガッツポーズまで取るところだった。明らかに俺は舞い上がっているみたいだ。でもお隣にこんな美人さんが住んでいると分かれば舞い上がるなという方が無理な話だ。そこでふと思い出した。あ、引っ越しそばあるんでちょっと待ってください。引っ
っ越しそばなんて興味引かないな。ドアを開けると部屋の中には未開封の段ボールが散乱していた。そうだった。まだまだ俺の部屋はこのありさまなんだった。この中から引っ越しそばを瞬時に見つけ出すのは簡単なことじゃないと一目で見てわかる。ケイナさんはひょっこりと俺の部屋に覗き込むと、お気遣いなくと笑い、まだね、と言って手をひらひらさせて出かけていった。正直言って可愛いと思った。もちろんそんなセリフを俺が口にできるわけはなく、ケイナさんの背中をぼーっと見送ることしかできなかった。今のところギャルゲーっぽい。部屋の中で段ボールのガムテープを次々と剥がす。でも俺の心は完全にここにあらずだった。ケイナさんか、綺麗だったな。とりあえず今晩のご飯の用意もあるから、食器系は先に出して棚に並べておこう。一人暮らしかな。彼氏とかいるのかな。あ、ダメだ。全然作業に集中できない。この調子じゃ食器を取りこぼして割ってしまってもおかしくないな。俺は休憩がてら吐き出し窓から風景を眺めることにした。景色か。美人なお隣さんか。一人でにやけてる俺の顔を誰かが見たらきっと引いちゃうだろうな。でも俺を見ている人は誰もいない。早速俺は一人暮らしのありがたみを実感していた。浮き立つ心を落ち着けようと床に散乱した衣類や食器を避けて部屋の中をそわそわと歩き回ってみる。それでも俺の心は落ち着かなかった。いっそ外へ散歩にでも行きたい気分だ。不意に俺の頭の中で母さんの声が脳内再生された。あ、そうだ、こっちに着いたら連絡しろって言われてたんだった。確かこっちの方にあったと思うんだけど、内見に来た時に見かけた公衆電話を探して近所を歩き始める。携帯は？道中通りすがりの主婦にこんにちはと笑顔で挨拶されたので、どぎまぎしながらこんにちはと返した。本当にいい人ばかりだ。俺は初日からすでにこの町に引っ越してきてよかったと心の底から思っていた。タバコ屋だ。歩いていると赤いポストと古いタバコ屋を目に入った。この時間からシャッターが閉まっているところを見ると長らく営業していないらしい。見覚えのある景色だった。そばの脇道を突っ切った先に公衆電話があったはずだ。俺は赤いポストと古いタバコ屋の前を通り過ぎて脇道に入っていった。優しそうな大家さんに美人なお隣さんに人当たりのいいご近所さん。気持ちのいい余韻に浸っていたせいか自分でも頬が緩んでいるのが分かった。すると下校中らしき女子高生たちとすれ違いざみにクスクスと笑われてしまった。恥ずかしさのあまりとっさに口元を押さえる。顔に出過ぎてたかな。手のひらの下で俺の顔は苦笑いへと変わっていった。脇道の角を曲がると向こうから子供が走ってくるのが見えた。ゲラゲラ、子供なんだ。笑い声が聞こえる。ゲラ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 。すげえ笑ってる。笑い声が近づいてくる。ゲラ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 。その笑い声が走ってくる子供から発せられていると分かった瞬間、俺の体に衝撃が走った。あっけに取られている俺に子供がぶつかったんだ。尻もついていてる子供に危ないなと叱ろうとすると、子供が顔を上げる。その顔を見て俺は絶句した。てっきり豚なんだっけ、なんか主婦たちかと思った。そこにあったのは子供の顔じゃなかった。おばあさんはそうだよね。
子供だと思っていたのは子供くらいの背丈のおばあさんだった。でもこう言っちゃ失礼かもしれないけど、普通の表情じゃない。顔はしわくちゃで、指で顔を引っ張っているのかと思うくらい、目尻の口の数も異様につり上がっている。一体どうすればこんな表情を浮かべることができるのかな。真似しようと思ったってできるもんじゃない。その異様な笑顔を見て、俺は完全に言葉を失っている。無意識のうちに生きて後退する。そんな俺を見ておばあさんはそのしわくちゃな顔をさらに眺め、またゲラゲラと笑います。何がそんなにおかしいんだろう。この不可解さと相まって俺の中に得体の知れない恐怖が湧き上がってきた。おばあさんの声も顔も今まで生きてきて誰よりも好きで、ゾワゾワと鳥肌が止まらない。おばあさんは俺なんか最初からいなかったかのように、一目でいいのかな、一別かもせずゆっくり立ち上がり、笑いながら去っていった。一体今のは何だったんだろう。またあのばあさんだ。いるのか近所に変なのが。呆然と立ち尽くす俺の後ろからひそひそと声が聞こえる。振り向くとスーツを着た外回りのサラリーマンらしき男性が2人立っていた。ああなっちまったらもういよいよだな。聞いたろ今の笑い声。近所からの苦情もひどいらしいぞ。そりゃそうだろう。四六時中あんな調子だな。いっそ施設にでも入ればいいのに。まあ施設に入れたところではどうしようもないんだろうな。それを聞いて俺はあのおばあさんはボケてしまったのだろうと思った。そうか、そういうことか。それなら仕方ない。不意に目の当たりにした不可解な出来事に無難な着地点を見つけた俺は安堵していた。俺の頭の中でさっき見たおばあさんの顔が思い起こされる。怖いような、それでいて少し悲しい気分になった。いや、下手に同情するのはよそ。相手に失礼というものだ。誰だって、俺だっていつか年を取ってああなってしまう可能性もあるんだから。それに本人は案外幸せの中にいるのかもしれないじゃないか。俺はおばあさんの笑い声を思い返してそんな想像を働かせてみた。と電柱の張り紙に目がついた。バイト募集中と書いてある。そうだ、思い出した。引っ越してまず最初にバイト先を見つける必要があったんだった。だけど接客業は無理だ。さっきだってお隣のお姉さんと挨拶するのすらスムーズにできなかった。そんな俺に接客業なんて向いていないのは昔から分かってたことだ。大学生なのか。張り紙をよく見ると食品工場のライン作業と書いてある。それなら人付き合いは最低限で済みそうだ。黙々と一人でこなす作業なら俺に向いてそうな気がした。ちょうど公衆電話に向かっている途中だし、電話してみるとするかな。面接の申し込み電話なのハードル高くない？それ乗り越えられたなら接客できるよ。じゃあ採用で。早いな。思わず間の抜けた声を出してしまった。電話で面接の予約が取れたので後日訪問してみたものの、まさかその場で即採用になるなんて思ってもみなかった。やばいぞ、やめろ。面接を担当してくれた N さんはニコニコと笑っている。もしかして冗談のつもりかもしれないので念のために確認してみる。本当にこんなすぐ決まっちゃっていいですか？こういうのって合否は後日に電話で伝えられるもんじゃないっけ？もちろんだよ。人手が足りなくて困ってたところから助かるよ。よっこいしょっと言って N さんは椅子から立ち上がった。 N さんは小ぶりでなんというか狐っぽい顔をしている。白髪混じりの薄い頭髪はもしかしたら今まで苦労してきた証拠かもしれない。でもそんな背景を感じさせないくらい N さんは柔和な笑みを浮かべている。早速工場の案内したからついてくれるかな。俺の返事を待たず N さんはのしのしとドアに向かって歩いていったので俺は慌ててついていった。あんまり即決で面食らってしまったけれど手持ちのお金も豊富なわけじゃないから早くから働けるのはラッキーだ。
でね、このラインを流れてくる職業ね、みんなの笑ってるははは楽しそう。笑顔のあふれる職場だな。役員であるエニさんが直々に食品工場の中を案内してくれるのはありがたいけど、こんな風に何かと笑い出すからなかなかツアーは終了しなかった。今度は何に笑ったのかとエニさんの視線の先に目を向けると、作業員の人が机に腰をぶつけるらしく痛がっていた。面接をしてくれた時から思ってたけど、どうやらエニさんの極度の笑い上手らしい。でも怖い上司より笑顔が絶えない上司の方がずっと嬉しいのは間違いない。ああ、ごめん、それでね、英介君には流れてくるお弁当にサラダを詰めていってほしいんだよ。ほら、あそこのラインもそうだよね。あんな感じだよ。それだけですか？物足りないか？最初だからね。慣れてきたらもう少し複雑な作業やラインを任せたいと思ってるよ。あんまり複雑な作業はやりたくないなと思っていたけど、単調すぎるのも考えもだった。単純作業を永遠と続けるのは逆に辛いからだ。だからここまでトントン同士で話が進んできたんだから、これ以上贅沢言うのは罰当たりかもしれない。でね、出勤体験だけど、少しくらいなら遅れても OK だよ。休憩も自分のタイミングで取って OK。休憩の長さも実質8時間さえ守ってくれたらどれだけ取っても OK だよ。実質8時間さえ守ってくれたらどれだけ取っても OK だ。つまり8時間以上働いてもらうよってこと。N さんが語る就業先の緩さに驚いた。学校だって遅刻したら怒られるのに、そんな時間にルーズでいいのかな。接客授業じゃないから。いや、そんなの関係ないはずだ。大学生だよね。学生でフル勤務させられるんだ。普通に。そう。見渡すと働いている人はみんな持ち場について正々と、粛々とだけ作業している。そんな自由に人が出入りしていたら仕事がうまく回らないに違いない。俺にはバイト経験がないから確かなことは言えないけれど、さすがに腑に落ちないなら聞いてみることにした。みんなで休憩が重なって作業する人が誰もいなくなっちゃったらどうするんですか？その辺はうまいことなってるから大丈夫。N さんは相変わらずの笑顔で答えた。細かいことは気にするなと言わぬばかりの笑顔だった。若ち子。一体どう大丈夫なの？交代要員でも別枠で控えてるのかな。そんな想像を働かせていると、N さんはポンと俺の肩を叩き、じゃあ明日からよろしくと軽快楽勝で言った。加えて期待しているからとまた満面の笑みで言われる。社交辞令かもしれないけど、期待してるなんて言われたらやっぱり嬉しいし頑張りたくなっちゃうな。やる気がみなぎってきた俺は、はい頑張りますといい返事を返した。何やともあれせっかく採用されたんだ。発売と頑張ってみよう。そうやって意気込んでいると、ふとスタッフのグループが遠目にこっちを見ているのに気がついた。何やらひそひそと話している。休憩中なのかマスクを外しているので大体の年齢層は見た目でわかる。彼らと比べて俺はかなり若い部員みたいだ。話合う気がしないな。新人として挨拶しに行くべきかなと思ったけど、休憩中にお邪魔するのも悪いかもしれない。俺はグループに向けて軽い会釈だけしてそそくさとその場を去った。楽しいバイト生活の始まりだよ。ケイナさんの部屋の前でまずは深呼吸した。それでも心臓の鼓動が落ち着くことはなかった。緊張しながらチャイムを鳴らすと、ドア越しにケイナさんのはーいという声が聞こえ、ドアが開かれる。あら、英介くんどうしたの？これ引っ越し妻がやっと見つかったのでどうぞ。ああわざわざありがとうね。手を差すとき少しだけケイナさんの手に触れてドキッとした。終わったの？荷ほどき。はい、いえ実はまだなんです。クスクスとケイナさんが笑う。やっぱりケイナさんって美人だ。
こんな人と大人になれるなんて自分の行為に改めて感謝しないといけないな。じゃあ手伝ってあげるね。そんないいですよ。いいの、これからお隣さんになるんだし助け合っていきましょう。そんな素敵な笑顔で言われたらこれ以上俺に断ることなんてできるはずがない。むしろ異性の、しかもこんな綺麗な人が自分の部屋に上がるなんて願ったり叶ったりだった。舞い上がるなという方が無理な話だ。じゃあすいません、お言葉に甘えたいと思います。俺はそう言ってケイノさんを部屋に招き入れた。じゃあケイノさんはそっちの段ボールの開放からお願いします。俺はこっちをやるんだよ。開封ね。わかった。バリバリと2人で段ボールからガムテープを剥がす音が部屋の中に響く。この空気ならお互いの身の上話に踏み込んでも全然不自然じゃないはずだ。早速前々から気になっていたことを聞いてみた。ケイノさんって一人暮らしなんですか？そうだよ。お仕事されてるんですか？女子大生に見える？いえ、違う。ですね。即座に否定するのも失礼だし、かといって若く見えすぎてもいい気分もしないかもしれない。なんて返すのが正解かわからず、言葉に迷う俺を見て、ケイナさんはまたクスクスと笑った。ごめん、意地悪言って。働いているよ。近所の薬局でパートしてるの。そうなんですね。なんだろう、ケイナさんが一瞬言葉に詰まった気がしたけど、気のせいかな。ケイナさんにからかわれてるのは不思議と悪い気はしない。むしろ心地よさすら感じていた。それにケイナさんの新しい一面を見ることができてなんだか嬉しかった。働いているといえば俺バイト決まったんです。もう決まったんだ。はい、面接の時点で決まってびっくりしました。どこで働くの？ここの近くに食品工場がありますよね。あそこです。あそこか。俺たちの手を離している間も止まらない。床にはだんだん丸められたガムテープが散乱してきたので、俺はゴミ袋を取り出して次々と中に放り込んだ。でも俺を面接してくれた人といい、大家さんやご近所さんといい、この町の人ってみんなニコニコして本当にいい人ばかりですね。ケイノさんからの相づちはない。彼女の背を見るとカチャカチャと無言で食器を重ねていた。集中しているのかな。あんまりいい人ばっかりで俺驚いちゃいましたよ。言葉を続けてみたけれど、やっぱりケイノさんからの返事はなかった。あれ、俺変なこと言っちゃったかな。なんとなく罰が悪くなった俺は自分の作業に集中することにした。ケイノさんの声に振り向く。段ボールを開けたところで固まっていたケイノさんはそっとそれを横に避けて別の段ボールを開けた。一体何が入っていたんだろうと覗み込むと、そこには入れてたか。チェックしときな。それが目に入った瞬間、ケイナさんの目の前からひったくった。パンツね、そっちか。衣類を詰め込んだ段ボールの一番上に置いていたのを忘れていた。終わった。トランクス派だった。きっと自分の下着を見せつける羞恥心、ハレンチな男だと思われたに違いない。ちょっとびっくりしちゃったけど大丈夫よ。実家にいた時はお父さんのパンツだってよく見てたし。ケイナさんは軽く笑って気にしてないから。でもじゃあこれからはよろしくね。と別の段ボールに手をかける。これはよろしくね。彼女はもしかしたら地上に舞い降りた天使か女神なのかもしれない。お腹すいたな。僕じゃないです。一瞬遅れて自分のお腹が鳴ったんだと気づいた。俺の方を向いたケイナさんはちょっと目を丸くした後、にっこりと微笑んでくれた。普段はどんなご飯を食べてるの？パンツは見られるし、お腹の音は聞かれるし、どうしてこう恥ずかしいことが尋ねて起きてしまうんだろう。ケイ
ケイノさんもそろそろ俺の赤面に見慣れる頃かもしれない。スーパーのお惣菜とかです。食べ盛りの男の子なんだから、それじゃダメよ。するとケイノさんは立ち上がった。よし、引っ越し祝いってことで今日はご馳走してあげる。そんな悪いですよ。そう言いつつ俺の胸の鼓動は明らかに高鳴っていた。ラッキーって感じか。いいの、英介くん、苦手なものって何かある？いえ、特にないですけど、本当にいいんですか？もちろんよ、私の手料理なんかでよければだけどね。しかも手料理、引っ越しそば茹でよ。そのための引っ越しそばだろう。これはもしかして夢なんじゃないかな。ケイナさんが目の前にいなければ頬をつねって確かめていたかもしれない。それぐらいこの嬉しすぎる出来事に現実感が湧かなかった。でもこれが間違いなく現実だ。ケイナさんの優しい微笑みを見て、これ以上の違和感は逆に失礼だと悟った。遠慮か。ではお言葉に甘えたいと思います。さっきから甘えてばっかだな。じゃあちゃっちゃと終わらせましょう。残りは俺の方でやっちゃいますよ。そうなら私は早速夕飯の準備に取り掛かるわね。もういい時間だもんね。ところで、とケイノさんは続ける。お米ある？お米ですか？はい、それくらいなら。じゃあ荷物整理終わったらそれだけ炊いておいてくれるかな。俺がうなずくとケイノさんは自分の部屋に戻っていった。なるほど、ここで作るわけじゃないのね。美人のお姉さんがお隣なだけでなく、手料理まで振る舞ってもらえるなんて。とりあえず残り少ない荷ほどきと整理をさっさと済ませ、お米を研いで炊飯ボタンを押す。そしてもう一度今起きている展開を再確認してみた。ケイノさん、お米はないんだ。ケイノさんが手料理を振る舞ってくれる。こんな幸せな展開があっていいのかな。余韻に浸ってしばらく呆然としていると、隣からリズムのいい膨張の音が聞こえてきた。音漏れしすぎでは。自然と顔がにやけてしまう。朝起きてこんな風にケイノさんがお味噌汁を作ってくれたら最高だな。そんなもしかしたらありえるかもしれないケイノさんとの幸せな家庭生活を脳内で思い描いていた。まず一日の始まり、普通に想像し始めるの気持ち悪いな。一日の始まりはケイナさんの優しい声で起こしてもらって自分で起きろ。来た。ご飯だ。唐突なインターホンで現実に引き戻された俺は急いで玄関を開けた。なーに今の声。ケイナさんは小ぶりな窓を抱えてちょっとおかしそうに笑っている。そんな本格的な手料理じゃなくて申し訳ないけど。とんでもないです。ケイナさんを部屋に入れ、隅に立てかけていたテーブルを真ん中に置く。ケイナさんが持ってきた小ぶりな窓は鍋だ。鍋は、台所に置いてもらった。いいねカレー。匂いから察するに鍋の中身はカレーだった。窓を持ってくるの改めて考えてもやばいな。俺カレー大好きです。むしろカレーが嫌いな人なんているのかと自分に心の中で突っ込んだ。これ僕辛いのあんまり苦手で、カレーあんまり嬉しくないかもしれない。俺は2人分スプーンとお皿を出して炊き上がったご飯を盛り付ける。ケイナさんはそこにカレーをついでくれた。では改めまして、エイスケさん、お引っ越しお疲れ様。ケイナさんもお手伝いありがとうございました。そう言って俺たちはグラスに注いだウーロン茶を乾杯した。早速ケイナさんのカレーを一口食べる。美味しい。本当？でもカレーって誰が作っても美味しいものじゃない？そんなことないですよ。少なくとも俺が作るカレーより全然美味しいです。俺はもう一口食べる。なんだろう、コクと深みがあるっていうか、何か隠し味入れてます？お、エイスケくん鋭いね。隠し味にちょっとお醤油をね。へえ、お醤油入れると美味しいらしいですよ。次に玉ねぎを口に運ぶ。玉ねぎのざく切りが多い
のも俺大好きです。とろみが強い気がするんですけど、これも何か秘密があるんですか？あ、それはね、じゃがいもの形がなくなるまでしっかり煮込んでるからかな。さっき作ったやつじゃないんだ。俺があんまり褒めるせいか、ケイノさんは照れくさそうな笑顔を見せてくれる。すごい、そんな方法もあるんですね。覚えていきます。社交辞令を抜きにして、ケイノさんの手料理は美味しかった。こうやって食卓を挟んで向かい合ってると、本当に俺たちは夫婦みたいだ。普通に気持ち悪いな、お前。ケイノさんはどう思ってるんだろう。同じことを思ってくれるわけがないだろう。俺たちは雑誌や世間話、雑談か。世間話を交わしながら料理に舌包みを打つ。幸せな時間が過ぎるのはあっという間だった。じゃあ私そろそろ戻るね。食事を終えて食器を片付けて一息ついたところ、ケイノさんは空になった鍋を持って玄関を出た。本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ねえ、英介くん。ケイノさんが慎重な面持ちで振り返る。この町、いい人ばっかりって言ってたよね。はい。みんなニコニコして本当に愛想が良くて。それなんだけど、なんだろう、ケイノさんは心配そうに眉を潜めている。何か言いづらいことでもあるのかな。うん、やっぱり何でもないわ。それは初めて見るタイプのケイノさんの笑顔だった。何かをごまかすような、どこか作り物っぽい笑顔だった。一体ケイノさんは何を言おうとしたんだろう。そんな表情を向けられたら気にするなという方が難しかった。でもケイノさんにおやすみなさいとそんなに可愛らしく首をかしげて言われたら、これ以上食い下がることなんかできなかった。俺は幸せな気持ちでおやすみなさいと返してドアを閉めた。今日という日が一段落した気がしたので、最後のケイノさんがちょっとだけ気になったけど、そんなことはどうでもよくなるくらい、今日は最高の一日だった。これは普通に脈ありと言ってもいいんじゃないかな。だってお隣さんといえど、普通は男の部屋に上がったり、手料理なんて振る舞ってくれないと思う。もし、ケイノさんと付き合えたらどうなるんだろう。一緒に映画を見たり、水族館に行ったり、クリスマスを過ごしたりするのかな。いい。すごくいい。俺はそんな未来を妄想して一人ガッツポーズをとっていた。ケイノさんに彼氏がいないなんて一言も言ってないんだよな。おう、英介くん、お疲れ。休憩室で休憩していると、後ろから先輩職員さんの声がかかる。先輩は多分30歳前後だと思うけど、そのはつらつとした声には見た目以上の若々しさがあった。あ、お疲れ様です。会釈を返すと先輩は机の上に缶コーヒーを置いてくれた。それ、英介くんに差し入れ。微糖でよかった？先輩はちょっとヤンキーを連想させるようなこわもとで最初は怖い人かと思った。でも実は全くの正反対で、いつもニコニコと人懐っこい笑顔を浮かべる。すごく接しやすくて感じのいい先輩だった。え、いいんですか？先輩がどうぞと手で示してくれたので、俺は遠慮なくいただくことにした。ブラックは飲めないけど、コーヒーの微糖は甘くて好きだった。どうでもいいけど、微糖って全然美じゃないくらい甘いよな。それはある。やあやあ、英介くん、仕事には慣れたかい？N さんが休憩室に入ってくる。この人も相変わらずの笑顔だ。むしろ N さんの笑顔以外の表情を俺はまだ見ていない気がする。はい、先輩のおかげです。はは、彼らにはたっぷりと私が指導しておいてやったからな。N さんはすでに飲みかけのブラックコーヒーを手に持っており、席に着くなり一口飲んだ。N さんにこってり絞られた日が懐かしいですよ。一つミスするたびに鬼の形相で怒号が飛んできましたからね。と先輩がうがうで語る。
それを聞いて俺は耳を疑った。え、N さんってそんなに怒ることあるんですか？先輩がすかさず答えてくれる。そりゃもうひどいもんだったよ。もう職員が怒鳴り散らすのが趣味ってくらい。N さんが怒らない日がなかったかな。先輩の語る内容と彼の笑顔のギャップに俺は若干の不気味さを感じた。そんなにいい思い出ではないはず。何よりこんなにもにこやかな N さんが毎日怒鳴り散らしたりしている姿を想像できなかった。いや愛の無知ってやつだよ。確か立場の強い人が弱い人を強く当たるのを最近では問題する傾向にあるってニュースでやってた気がする。きっと N さんも時代に合わせて変わったのかもしれない。昔はそんなだった N さんがこんなに優しくなるなんて人って変わるもんなんだな。そういえばエスケ君一人暮らしなんだろ。ちゃんと飯は食えてるのかと先輩が口を開く。ケイナさんといい周りの人たちは食事の心配を真っ先にしてくれるみたいだ。なんだか子供扱いされているみたいで嬉しいようなうずがいどいような妙な気持ちだった。はい、なんとか。俺は先日のケイナさんに振る舞ってもらったテロリと一緒に食卓を囲んだ時間を思い出す。あれは最高な時間だったな。お、顔がにやけたな。さてはなんかいい思い出しただろう。しまった、顔に出てたのか。先輩は意地悪そうな笑みを浮かべて俺の顔を覗き込んでくる。おほう、私も消えてみたいな。N さんがニヤニヤ顔で話に乗っかってくる。やめてくださいよ。そう言いつつまんざらでもない気分でいる自分がいる。こうやって和気あいあいとするのも随分と新鮮な感覚だった。よっしゃ、こうしよう。英介くんの歓迎会もまだだったし、今晩飯にでも行かないか。そこでじっくり話そうじゃないか。と先輩が大量な身振りで手を出してくる。おお、それはいいな。私も同席していいんだろう。もちろんですよ。今晩ですか？急な誘いに少し戸惑ってしまう。何か予定でもあった？と先輩。特にないですけど。じゃあ決まりだな。なに N さんのおごりだから気にしないでいいよ。おい、聞いてないぞ。ダメなんですか？はは、しょうがない奴らだな。さすがです。俺を挟んで二人の笑い声が休憩室に響く。おごってくれるなら一人暮らしの身としてはとってもありがたい。それに N さんや先輩ともっと親睦を深めたいという気持ちが俺の中に確かに湧いてきていた。じゃあごちそうになります。ありがとうございます。数日経った今でもはっきりと思い出せる。焼肉いいね。歓迎会の焼肉は本当に美味しかった。焼肉を食べたのなんていつ以来だろう。しかもああやって他の人に一緒に和気あいあいと食べる料理はまた格別だった。お金が貯まったらまたいつか食べに行きたいな。できれば今度はケイナさんと。あ、そうか。この前のテローリのお礼って言えばすんなり誘えるかもしれない。いいぞ。俺にしてはなかなかいいひらめきだ。そんなことを考えているうちに公衆電話にたどり着いた。財布を開き公衆電話に10円を投入して俺は実家の電話番号を押す。何回かコール音が響いた後、聞き慣れた母さんの声が出た。あ、母さん、俺だよ、エースケ。あら、エースケ、電話なんて引っ越しのいい依頼ね。何かあったの？いや、何かあったってわけじゃないけど、ちょっと簡単に近況報告でもしたくてさ。それから俺はバイトに受かったこと、大家さんもご近所さんもいい人ばかりであること、バイト先やお隣さんとも仲良くやれていることを簡単に報告した。まだ携帯がない時代、ガラパゴスも順調そうで何よりだけど、エスケ、なんだか随分と明るくなったわね。そうよ。もしかして彼女でもできたんじゃない？ぎっくりと心臓が鼓動するのがわかる。いや、全然まだ彼女とかじゃないんだから、ぎっくりとするのもおかしいんだけども。いや、本当にそうかな。これは本当に俺の都合のいい妄想なのかな。
一連の慶野さんとのやりとりや出来事を思い返して、俺の中にある程度の自信が湧き上がっていた。まあ遠くない未来かもね。あら、本当？じゃあ次の近況報告楽しみにしてるからね。それから簡単な雑談を交えて俺は受話器を置いた。公衆電話のボックスを見て空を見上げる。なんだかいい気分だった。自然と顔もにやけ、鼻歌まで歌ってしまう。軽い足取りで角を曲がり、俺は帰路に着いた。この街に来てから本当に嬉しいことばかりだ。そのせいかすれ違う人たちもみんな楽しそうに見える。気分よく街道を歩いていると、引っ越してきた日にここですれ違う女子高生たちにクスクスと笑われたことを思い出した。こんなにやついて歩いていたらまた笑われちゃうかな。でもこの時間なら下校途中の女子高生とすれ違うこともなかった。そんなことを考えていると、子供たちの笑い声が聞こえてきた。どこから聞こえてくるんだろう。どういうの？中道を抜けると、道の真ん中でカッカと泣ける子供たちがいる。聞こえてきたこの笑い声はこの子たちか。おかしいな。聞こえる笑い声に機械のように人間らしくない声が混じっているような気がする。よく見ると子供たちは光をぶつ笑い袋を持っていた。笑い袋の声に比べて子供たちも笑っているみたいだ。笑い袋って何？危ないから場所を移動するようにと声をかけようとしたその時だった。眩しいライト画面に向こう側からトラックが走ってきた。クラクションを鳴り響かせながらどんどんと近づいてくる。危ない。とっさに叫んだけど、子供たちは俺の方を見続けて笑い続ける。トラックは気づいてない。いや、そんなはずがない。トラックもなぜか減速する素振りもせず、こちらにまっすぐ突っ込んでくる。子供たちをさせた後、俺はとっさに走り出していた。子供たちをかかり、俺はトラックで、俺とトラックを急接近する。間に合うか？もうダメだ。間に合わない。そう思った瞬間、トラックはブレーキをかけながらハンドルを切り、電柱に激突した。一瞬の静寂が流れた。静寂をし破ったのは子供たちだった。このありさまを目にして子供たちを覚えるどころか、芸人のコントでも見たかのようにゲラゲラと笑っている。しばらく呆然としていた俺は、ふと我に帰るとトラックに突き寄った。大丈夫ですか？車はフロントガラスにひびが入り、ボンネットがひしゃげている。運転手はうなだれていた。エアバッグは作動しているみたいだけど、衝撃が強かったらしく、運転手は頭を押さえながら顔を上げた。いやー、ははは。一瞬ぐっとしてしまった。この場にはあまりにも不釣り合いな笑顔がそこにあった。パックリと開かれた口が言葉を続ける。こんな時間まで遊んでるなんて、子供たちは元気だね。元気なのはいいことだ。はははは。俺は言葉を失ってしまった。笑っているということは運転手さんに怪我はなさそうだ。でも普通、こんな場面で笑っていられるだろうか。その不自然さが安堵以上の不気味さを俺に与えていた。無意識のうちに俺は一歩下がり、運転手から距離を取っていた。後ろから笑い声が聞こえる。振り向くと何がおかしいのか子供たちは俺の顔をそって笑っていた。そして鬼ごっこでも始めたかのように笑いながらこの場を去っていった。ってことがあったんですよ。俺はコンビニから帰る途中、たまたま一緒になった仕事帰りのケイノさんに先日の出来事を話した。運転手さんには悪いですけど、さすがにあの場面で笑ってるのはちょっと引いちゃいましたね。心が広いにも程がありません。ケイノさんからの同意を期待していたけど、帰ってきたのは沈黙だった。
横顔を見るとケイノさんは真剣な面持ちで下を向いている。英介くん、道のこと知ってる？道？どこのですか？ちょうど私たちのアパートから食品工場の途中にある脇道。赤いポストと古いタバコ屋の隣に伸びているあの脇道ですか？そう、それ。ケイナさんは不安そうに眉を8の字にしていた。ああ、はい。あの脇道、バイト先までの近道なんですけど、あそこはどうかしましたか？あの道はもう通らない方がいいよ。え、どうしてですか？するとケイナさんは眉間にシワを寄せ、また黙ってしまった。なんて答えていいのか言葉に迷っている様子だった。もしかして指導ですか？でも俺以外にも通ってる人たくさんいますよ。ケイナさんは相変わらず沈黙している。それにあの道を歩くといろんな人と笑顔で挨拶できて気持ちいいんですよね。知らない人とおはようとかこんにちはとか言い合うの、最初は慣れなかったんですけど、なんて言ったらいいのかな。ケイナさんは俺の言葉を遮るように口を開いた。とにかくあなたのためなの。懇願するような眼差しでケイナさんは俺の方を見つめてくる。ずるいと思った。そんな目で見られてしまっては一も二もなくうなずくしかないじゃないか。わかりました。俺のその言葉を聞いてケイナさんはにっこりと微笑んでくれた。あの道がダメなんだ。息を切らせながら俺はタイムカードに印字を済ませ更衣室に駆け込む。ケイナさんに言われた通り、あの道は避けてきたせいで10分ほど遅刻してしまった。ケイナさんには悪いけど、やっぱり今度からあの道を使わせてもらおうかな。10分前に出ればいいのでは？おはよう、エスケ君。遅刻なんて珍しいね。肩を叩かれ振り向くと、そこには先輩の笑顔があった。どうやらタバコを取りに更衣室までやってきたらしい。はい、すいません。多少の遅刻は構わないとエネさんに言われていたけど、やっぱり罰が悪い。そんな俺を先輩は笑って許してくれた。いやいや、気にすることないよ。走ってきたのか？疲れだろう。ちょっと休憩室で一緒に遊ぼうよ。今来たばっかりなのにと思ったけど、きっと先輩なりのジョークだったんだろう。俺はやんわりと断ることにした。お気持ちは嬉しいですけど、お昼にまたご一緒させてください。なんだ、残念だな。じゃあお昼にまたね。そう言って先輩はタバコを片手に更衣室を出て行った。舌打ちが聞こえた方に目を向けると、少し離れたロッカーで他の先輩たちが陰鬱そうな表情で着替えていた。あいつらのせいで俺たちは大変な目に遭ってるっていうのに、今週だけでどれだけ尻拭いさせられたよ。まあまあ仕方ない。ああなっちまったらもう戻れないんだ。あいつらだって好きでああなったわけじゃないんだろう。N さんだってそのうち。そうだな、あの人ももう長くないだろうな。先輩たちの会話に耳を傾けながら、俺は作業着に着替える。一体何のことを言っているのだろう。気になったけれど、あの先輩たちはいつもあんな調子なので、未だに交流を持てていない。そのせいで聞くに聞けなかった。それにしてもここで働く人たちは N さんみたいにやたら笑顔で優しい人と、そうじゃない人で分かれているみたいだ。職場なんだからいろんな人がいるのは当然だけど、妙にはっきり分かれているんだな。正気の人もいるんだね。最初はわからないことだらけだったけど、ここの仕事にもだんだんと慣れてきた気がする。今までは流れてくる食品にうまく盛り付けられず注意されたこともあったけど、今日は一度も注意されなかった。気分よくシフトを終えたタイミングで職場の人たちに呼び止められる。だらだらと雑談をしていたせいで帰る頃にはすっかり夜になってしまった。ケイノさんに通るなと言われていた例の脇道が見えてくる。一体どうして通るななんて言われたんだろう。
注意深く辺りを見渡しながら脇道に入ってみたけど、別段おかしなところはない。辺りの家からは家族団らんの笑い声が聞こえてくる。あるといえど夜はまだ肌寒い。もう少し厚着をしてくればよかったかな。向かいから人影が近づいてくるのが見えた。スーツを着ているから多分帰宅途中のサラリーマンかな。一人でヘラヘラ笑っている。もしかしたら酔ってるのかもしれない。割といい時間だから、きっと就業後に居酒屋で飲んできたんだろう。すれ違いざま目が合うと男は目を見開いた。明らかに驚いている顔だ。おっと、危ない危ない。思い出したように男は再びヘラヘラと笑い出す。なんだか変な笑い方だなと思った。面白くもないのに無理やり笑っている、そんな不自然さだった。触らぬ神に至たりなしだぜ。男は俺をニヤニヤ眺めると駆け足で去っていった。去り際にあのばあさんみたいになるのはごめんだと聞こえたような気がした。ばあさんってあの人のことかな。引っ越し当日俺にぶつかってきたあのばあさんだ。あの人は近所でも有名人らしい。あの後も何回か見かけたけど、一人で笑っているばっかりで誰かと一緒にいる場面が遭遇したことがない。もしあの人のことを指しているんだとしたら、笑っているせいであのばあさんと近くなっている気がするけど。でもまあ酔っ払っているようにも見えたし、あまり深く考えなくてもいいか。なんだ。突然空気が変わった気がした。なんていうか急に霜っぽくなったというか、気温も少し寒くなったような妙な匂いがする。どこか懐かしい。なんだか土っぽいというか、まるで山か森か畑の真ん中にいるかのような匂いだ。だけどこの辺りには山も畑もない。ふわりと背後に誰かの吐息を感じた。とっさに振り向いたけど誰もいない。この道の端から端まで目を凝らしても人っ子一人いない。辺りの空気がさらに冷たくなった気がする。ゾクゾクと背中に悪寒が走った。全身に鳥肌が立つのが面白い？面白い？聞かれてるけど。うわ、情けない叫び声を上げながら跳ね上がるように振り向く。耳を押さえて散々あたりを見渡すけど、やっぱり誰もいない。誰かのいたずらか？でも耳元まで近づれたらさすがに気づく。面白い？面白い？今度は右耳に声をかけられる。慌ててそっちを向くけど、やっぱり誰もいない。そういえばこれバイノーラル機能搭載してるみたいですよ。いつの間にか家族団らんの笑い声を決めて、辺りは沈黙で満ちていた。犬の遠吠えや虫の鳴き声さえ聞こえず、ひっそりとしている。ケイナさんが言ってたのは、もしかしてこのことだろうか。相変わらず前にも後ろにも人っ子一人いない。だけど確実に何かがいる。その気配だけは生々しいほど伝わってきた。歯がカチカチとなり始める。鳥肌が止まらない。体がブルブルと震える。一刻も早くこの場を去った方がいいと、俺の中の本能が警戒を上げていた。逃げないと。今すぐこの場を立ち去らないと。俺は足早に道の終わり端を目指した。面白い？ぴったりと耳元で声がする。その声を振り切ろうと足はだんだんと速く。面白い？面白い？俺の背中に何かが張り付いているかのように、声は遠ざかることなく何度も俺の耳元で言葉を繰り返す。その声はだんだんと低くなっている。面白い？面白い？面白くなんかない。得体の知れない恐怖が俺の中でどんどんと広がっていた。一体何が起こってるんだ。何かの気配が俺のすぐ後ろに張り付いている。ひたひたとずっと俺の後をついてくるのがわかる。何がいるのか確かめて安心したい。誰かのいたずらであってほしい。でも怖くて振り向けない。早く
早く家に帰りたい。帰って部屋に鍵をかけて毛布にくるまってしまいたい。突如けたたましい笑い声がどこからともなく聞こえてきた。突然の大声に全身が痙攣したかのように跳ねる。バクバクとなる胸を押さえ、恐る恐る声のする足元を見ると、そこにあったのは笑い袋だった。どうやら今の笑い声はこの袋から発せられていたらしい。動転していて踏んづけていることに気づかなかったみたいだ。あれ？恐る恐る後ろを振り返ってみる。そこには何もいなかった。周囲を見渡してみたけど、やっぱり俺の周りには何もいない。無意識に俺は左耳を触ってみる。さっきまでずっと聞こえていた声も聞こえなくなっていた。いつの間にか何かの気配はすっかりとなくなっていた。一体今のは何だったのか。俺はいつもこの脇道を通っていたはずだ。こんなこと一度もなかった。面白い？面白い？耳元でずっと聞こえていたあの声が脳内にまだこびりついている。呆然と立ち尽くしていると人のざわめきが辺りに聞こえてきた。救急車のサイレンまで聞こえてくる。脇道を抜けた先で何かがあったみたいだ。今は恐ろしい思いをしたせいで無性に人に会いたかった俺は走って音のする方に向かった。脇道を抜けたすぐ先の角に人だかりができていた。救急車はすでに到着してみたいで、赤いランプが辺りの人を照らしている。一体何があったんだろう。俺は人混みを駆け寄り背伸びをして野じ馬の肩越しに何が起きているのか覗き込んだ。おお、ばあさんか。一人の女性が倒れているのが見える。引っ越し初日にぶつかった例の子供くらいの背丈のおばあさんだ。おばあさんの顔には明らかに筋肉の限界を超えた不自然な笑顔が張り付いていた。目は不気味に細められ、口端は針糸で引っ張られているかのように引き上げられている。そしてその表情のままピクリとも動いていなかった。ついに笑い死んじまったんだな。野じ馬の中から声が聞こえる。まるで面白いジョークを話すようなにやついた声だった。それを聞いて別の野じ馬が吹き出し、クスクスと笑い声が伝播していくのが分かった。一体何が面白いんだろう。人が死んでいるのに、そんな俺の気持ちすらを嘲笑うかのように野じ馬たちの声はだんだんと大きくなった。救急隊員は彼らに一没もせず慣れた手つきで作業を進めている。ちらりと見えた救急隊員たちの顔も笑っているように見えた。怖い。ついさっきまでと違い人混みの中にあるにもかかわらず、俺には鳥肌が止まらなかった。俺はその場から逃げるように自分のアパートに向かって走った。部屋に入るなり靴を脱ぎ捨ててベッドに潜り込み布団にくるまる。それでも体の震えは止まらない。面白い？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 あの道で聞いた不気味な声がずっと頭の中でこだましている。頭がどうかなってしまいそうだ。最初に思い浮かべたのはケイヌさんの笑顔だった。引っ越してきたあの日、初めて会った時のケイヌさんの笑顔。優しそうな大家さんの笑顔。道ですれ違った主婦や女子高生の笑顔。N さんや先輩の笑顔。死んでいたおばあさんのいびつな笑顔。それを取り囲み、赤いランプで照らされた野じ馬の笑顔。おばあさんの死体を運ぶ救急隊員の笑顔。ここに来てから出会ったいろんな笑顔が俺の頭の中をぐるぐる回っている。
彼らの笑い声が頭の中に響く。頭の中の彼らが俺の方を見ている。笑顔のままで俺を見つめている。やめろ。やめてくれ。布団の中に響いたのは俺の笑い声だった。何もおかしくなんかない。でも笑ってしまう。こんなの笑うしかなかった。はっはっは。俺は恐怖をごまかすように笑い声を上げた。いつの間にか頭の中の笑い声が鳴り止んでいた。気づけば俺は一睡もできないまま朝を迎えていた。窓の外の天気は痛々しいほどの快晴だった。仕事行かなきゃ。俺は布団から這い出して身支度を整えることにする。歯を磨きながら鏡と向き合う。そこに映った俺の顔は寝不足もあってひどいものだった。俺は指を使って口角を上げ、笑顔を作ってみる。ふふ。着替えを済ませ、階段を降りるとゴミを捨てているケイノさんがいた。ケイノさん、おはようございます。あ、エイスケ君、俺の顔を見るなり、ケイノさんは固まってしまった。なんだろう、何かおかしかったかな。この快晴にも負けないすがすがしい笑顔で挨拶したつもりだったけど、変なケイノさんだ。エイスケ君、あなた、まさか。お、実はこれね、前後半あるらしいですね。エイスケ君、やられたか。あれかな、あの道を通ると、頭の中で笑い声が聞こえて、自分も笑わずにはいられないみたいな。そんな感じの回なのかな。で、後半、街道、わらと。続けて読んでいきましょう。エースケ君はどうなってしまうのか。ケイノさんはあれかな、ここに来る前からそのことを知ってたのかな。じゃないと避けられないよね。読んでいきましょうか。街道。あ、スタート。水飲みます。あ、バイク。どうしたんですか、ケイノさん。ケイノさんは俺の顔を見て口を押さえる。もっとちゃんと止めるべきだった。ごめんなさい。止める？何のことだろう。頭が回っていないせいか、一体ケイノさんが何のことを言っているのかいまいちピンとこなかった。聞きながらゲームするの楽しい？作業用にしてください。実はね、作業用の再生リストも作ってるので、そっからぜひ、あさって他のも見てくれると助かります。何をそんな申し訳なさそうにしているんですか？変なケイナさんだな。俺はケイナさんの隣を通り過ぎゴミを捨てる。さっさと朝食を済ませ仕事に行かないと。確か昨日炊いたお米が残っていたはずだ。おかずは何があったかな。冷蔵庫には納豆とお母さんが送ってくれた明太子が残っているから、それをおかずに食べることにしよう。あんまりバランスのいい食事とは言えないけど、今朝はあんまり手の込んだ支度をする気分にない。まあ普段からそんなに手の込んだ朝食を用意しているわけじゃないけど。ははは。数日後、午前のシフトを終え休憩室に入ると先輩たちが休憩していた。この工場で働いている人は多いので、まだ名前すら知らない先輩も多い。でもだからといって無視するわけにはいかない。お疲れ様です。先輩たちは俺にちらりと視線を向けると無言のまま目をそらした。挨拶を無視されるのって地味にへこむな。お昼ご飯にコンビニで買ってきたお弁当をレンジに入れて椅子に座って一息つく。今日も朝早くからずっと立ち仕事だったけど、ようやく両足が体重から解放できた。
疲れの溜まったふくらはぎをマッサージする。足はクリームパンみたいにパンパンになっていた。また変な例えに思わずニヤニヤと自分で笑ってしまう。あいつも終わったな。ぼそりと先輩たちの方から声がした。あいつって誰だろう。もしかして俺のことかな。目線は向けず耳は先輩たちの会話に傾けた。N が仕事に来なくなってしばらく経つな。無断欠勤する奴らも増えたし、もういい加減転職先見つけないとな。どこ行ったって同じさ。何やら不安の会話をしているようだ。そういえば確かに最近 N さんは見かけなくなったし、無断欠勤する人も増えた。その穴埋めで俺の勤務時間は増やすばかりだ。おかげでお金は貯まってきたけど、正直体の疲れもたまる一方だった。レンジが終わったので中から熱々になったハンバーグ弁当を取り出す。美味しそう。あ、そうだ、飲み物を用意するの忘れてた。確か廊下の自販機にお茶があったはず。廊下に出て自販機に向かう途中、窓の向こうで働く職員さんたちと目が合った。ラインのそばに立ってせっせと作業をしている。この光景を目にしてふと思った。今から食べるお弁当だってこうやって誰かが毎日せっせと作ってくれたものなんだ。お弁当だけじゃない。ジュースだって車だって手作りってわけじゃないけど、作っている人たちがいるから出来上がるんだ。学生の頃はそんなの自分に知らない、ずっと遠い世界のことだと思っていた。でもここで働いている俺はすっかりそんな社会の一員なんだよな。今更かもしれないけど、その実感が湧いてきて、それが妙に嬉しかった。疲れた。俺は重い足取りでアパートの階段を上り、部屋に入るなりベッドの大の字で寝転がった。もう少し早く上がれる予定だったのに、今日も無断欠勤の人が出たとかでヘルプに回されてしまった。なんでこんなに無断欠勤が多いんだろう。何があったか知らないけど、せめて事前に一報を入れるくらいはできるんじゃないかな。おっと、いけない。きっと今の俺はしかめっ面になってたに違いない。もっと楽しいこと考えないと。つい愚痴ってしまったけど、自分が頼られたり必要とされるのってそんなに悪い気しないんだよな。いや、むしろ嬉しいと言っていいかもしれない。先輩アイルさんの助かったよという声を思い出すと充実感のようなものが湧いてくる。仕事を始めてまだそんなに日は経っていないけれど、自分もだんだんと一人前になってきたのかもしれない。そう思うと自然に口角が上がってくる。なんだか隣が騒がしい。ケイラさんの部屋だ。家族か友達でも遊びに来てるのかな。だよ。じゃねえのかよ。ちょっと様子が変だぞ。なんだか険悪な雰囲気みたいだ。あってみろよ、こら。男の怒号が聞こえてくる。ケイラさんのお父さん。ケイラさんが何か怒られるようなことでもしたのかな。ケイラさんの声もかすかに聞こえる。それをかき消すように男の怒鳴り声が何度も響いてきた。何かあったのかな。様子を見に行った方がいいか。いや、でも人のプライベートに深入りするようで、さすがにちょっと抵抗がある。突然何かが倒れる音がした。ケイラさんの叫び声まで聞こえてくる。これはさすがにただごとじゃない。遠慮なんてしている場合じゃないのは明らかだ。俺は部屋を飛び出してケイラさんの部屋のドアを叩いた。ケイラさん、大丈夫ですか？ケイラさん？途端に部屋の中が静まり返る。こちらの様子を伺っているかのようだ。もう一度強くドアを叩いてケイラさんを呼ぶ。するとガサガサと物音がした後、乱暴にドアが開かれた。出てきたのは男の方だった。思っていたよりも若い、というよりもチャラい。お父さんにはとても思えなかった。部屋の中の暖気と一緒にむわっと酒の匂いが漂ってくる。思わず鼻をつまみたくなったけど、男の威圧的な眼光がそれを許してくれなかった。大きな体格にいかつい顔つき、まるでヤンキーだ。あんなでは、男は俺の顔を舐め回すように見ると、ドスの効かせた低い声で言った。下手なことをすればすぐにでも拳が飛んできそうな。そのオーラに全身が金縛りにあったようにピクリとも動かない。
どうしてこんな男がケイノさんの部屋に？英介くん？部屋の奥からケイノさんの声がした。覗き込むと、ケイノさんは怯えた表情を浮かべている。それが俺の顔を見た途端、驚いた表情に変わった。突如、男は俺の胸ぐらを包むと、俺の嫁をたぶらかしたのはお前かと酒臭い息をまき散らしながら怒鳴りつけてきた。は？今この男はなんて言った？嫁？嫁だって。嫁ってどういうことだ？ケイノさんは独身じゃなかったのか？頭が混乱する中、男の腕を必死に掴むケイノさんが見えた。そんなケイノさんを無視して男の怒号は続く。少し留守にしていた間に何してくれたんだ？今にも殴られそうな勢いで、俺の頭は一気に現実に引き戻される。旦那さんがいるなんて知らなかったんです。情けない声を上げる俺の方に強い衝撃が走った。尻餅をつき、口の中に血の味が広がった時、ようやく俺は殴られたのだと理解した。遅れてケイノさんの悲鳴が響く。それを聞いて涙がこぼれてきた。引っ越してきてからあんなに楽しそうだったのに。あんなに楽しかったのに、どうしてこんなになっているんだろう。ケイノさんと俺の部屋で一緒にカレーを食べた時間を思い返す。あの夢のような時間は嘘だったんだろうか。呆れている俺の口元に、ほうけている俺の口元に、そっとハンカチが添えられた。ケイノさんだ。でも、今の俺は、それに何の感情も抱かなかった。おい、酒買ってこい。顔を上げると、男が俺を、虫でも見るみたいな目で見下ろしていた。工場あるだろう。そこの近くに酒場屋で買ってこい。5分以内だ。一瞬何を入れてるのか分かんなかった。工場って俺の働いている食品工場のこと？確かにあの近くには酒屋もあった気がする。でも未成年の俺が行ったところで酒なんて売ってくれないんじゃん。さっさと行け。蹴り飛ばされそうな勢いだったので、俺はすぐに立ち上がり走り出した。待って。声が聞こえた気がしたので一瞬振り向いたけど、ケイノさんは男に肩をつかまれていた。まるで俺のものだと言わんばかりに。歯を食いちばって俺は再び走り出した。あれだけ騒いだになんで誰も助けてくれないんだ。一人くらい様子を見に来てくれたっていいじゃないか。あら、英介くんこんばんは。階段を駆け下りると大家さんがぬっと顔を出してきた。すいません、急いでるんで。と言っても大家さんはどいてくれる気配はない。ケイノさんとこの旦那さん帰ってきたのね。本当に元気のいい人だこと。まるで世間話をしているかのように大家さんは明るい口調で喋り出した。どう？ケイノさんも喜んでいるんじゃない？と大家さんは続ける。喜んでいるだって。一体何を言っているんだ？あれだけ大声で怒鳴り散らされてるのか。大家さんには聞こえなかったはずがないのに。違和感に戸惑っていると、大家さんの目と口角がつり上がり、もはや笑顔と呼んでいいのか怪しいものになり果てていることに気づいた。この笑顔はどこかで見たことがある。そうだ。笑い死んでしまったというあのおばあさんの笑顔に似てるんだ。思わず声を上げそうになったのをなんとかこらえ、俺は逃げるように大家さんの脇を通り抜けた。うすうすと感じてはいたけど、ようやく俺は確信した。イかれてる。この町の人たちはおかしい。肺が苦しいのもお構いなしで走り続け、ようやく赤いポストと古いタバコ屋が見えてきた。あの通り通っちゃったのか。工場の近くに酒場に行くにはここを通らないと間に合わない。もし時間内に戻れなかったら、5分以内ってそういえば言われてたね。ケイノさんはどうなるか。多分5分以内に戻っても殴られるぞ。ふと思い至る。そもそもどうして俺はこんなに必死になってるんだろう。だってケイノさんは旦那がいるなんて一言も言ってくれなかったじゃないか。聞かれてないからね。人妻なのに俺の部屋に上がったり、手料理を作って、俺の心をもてあそんで。違う。ケイノさんは善意で俺に優しく接してくれたんだ。俺が勝手に下心を抱いただけじゃないか。だいたいなんだあの飲んだくれの男は。あんなやつケイノさんの旦那にふさわしくない。戻ったらガツンと言ってやる。
そう決心して例の脇道に足を踏み入れようとした瞬間、誰かに腕をつかまれた。あ、ふと振り返るとケイノさんがいた。そこを通ってはダメ。このままじゃあなたが。でも行かないと。ケイノさんがまたひどい目に。ケイノさんは首を横に振る。私のことはいいの。それよりもまともな人がいなくなってしまう方がずっと怖い。怯えているような、でもどこか悲しそうな表情でケイノさんは言葉を続けた。友達もみんな変わってしまった。あの人、さっきの男だって私を置いて、今は遠くで暮らしてるの。気が向いた時だけ帰ってきて。本当にひどい人だわ。この町も、誰も彼もみんなおかしいの。お願い、あなただけはここから。突然、ケイノさんに押し倒され、俺たちは地面に倒れた。見上げるとケイノさんの旦那が立っていた。ケイノさんはこいつに突き飛ばされたんだと遅れて気づいた。もういい、お前なんかいらねえ。男は吐き捨てるように冷たく言った。美人だから取っておいてやったのに、その恩はだで返しやがって。空気が冷たくなった。この男の声のせいか。いや、違う。土の匂いが辺りに漂ってきた。あの日、あの夜に嗅いだ土の匂いだ。男はにやりと下びた笑顔を浮かべる。せっかくだ。ここでお前らがどうなるか見せてもらおうじゃねえか。え？横を見ると、俺たちは突き飛ばされたことによって、あの脇道に入ってしまっていた。土の匂いがさらに濃く立ち込める。俺はケイノさんを抱きかかえ、この場から逃げようとしたけど、ここは通さねえよ、と男に足を蹴られる。来る。何かの気配が強く漂ってくる。あの時と同じ吐息が近づいてくる。今すぐここから逃げると、俺の中の本能が警戒を鳴らしている。ケイナさんも同じなのだろう。怯えた様子でガタガタと震えていた。走ろう。向こう側の角まで走り切ればなんとか。ごめんなさい。足くじいちゃったみたいで。ケイナさんの弱々しい声。見ると、右足首に手を添えていた。エスケ君、あなただけ言って。ケイナさんに置いていけるわけ。ケイナさんの肩がびくりと揺れた。耳を押さえ、辺りをキョロキョロと見渡す。何？誰なの？自分の身を守るようにケイナさんは体を縮こませている。耳を押さえるとはブルブルと震えていた。いや、手だけじゃない。こわばらせた肩も体も恐怖に震えているのが目に見えて明らかだった。まるで極寒の中にいるかのように、その唇までもがブルブルと震えていた。ケイタさんは幻覚でも見ているように、右に左に跳ねるように体を振り向かせる。きっとあの何かが支えているに違いない。だけどそこには何もない。辺りを見渡すけど、やっぱり俺には何も見えないし聞こえない。でもわかる。ケイナさんにはあの声が聞こえるみたいだ。いや、面白くなんかない。面白くなんか。ブンブンとケイナさんは首を振る。このままじゃケイナさんは、どうすればいい？助けを呼ぶ。男に立ち向かう。走り出す。走り出すは自分一人で逃げるっていう選択肢かな。あ、でも助けを呼ぶったってあれだよね。結局ここからあれだね。一人で走っていかなきゃいけないわけだよね。となるとケイナさんは置き去り？じゃあ立ち向かうしかなくない？立ち向かおう。道を塞ぐこの男が邪魔だ。一刻も早くこの場から逃げないと。こいつさえどうにかできれば俺たちは助かるんだ。どけよ。俺は男に殴りかかるが、人を殴ったことなんかない。俺は拳を胸口く空を切った。おいおい、何の踊りだそりゃ。よろめく俺の腹に男のごつい拳がめり込む。体をくの字に曲げて苦しむ俺の顔に、すかさず2発目の拳が飛んできた。なすすべなく俺は大の字に脇道で転がった。夜空が回転している。いや、違う。
俺の頭の脳がぐるんぐるん回っているんだ。そんな俺を嘲笑かに身元で声がする。面白いもんか。そう言い返してやりたかったけど、言葉にするより先に視界が暗くなっていった。ダメだった？あ、ダメらしい。続きからでいいのかな？え？セーブってできた？もしかしてここにさ、プラスがあったのってこれセーブのマークだった？わ、そうみたい。あそこの選択肢まで飛ばしましょうか。ずっとね、右端にプラスがあるんで。これ何？あ、違う。これは、記録ができるね。読み込みスキップ。で、さっきのところまで戻りましょうか。選択肢のところまでね。そっか、立ち向かえないか、エースケ。じゃあ、どっちがいいのかな？助けを呼ぶか、走り抜ける。走り抜けるだとあれかな。ケイノさんを置いて自分だけで逃げるっていう選択かな。となったら助けを呼ぶ方がハッピーエンドっぽいよね。さあ、そろそろ。で、あそこの選択肢の前で一旦セーブしよう。これセーブ機能あったんだね。この辺りかな。通ってはダメと。ここに住んでる人はあれだね。この辺かな。土の匂いがすると。この怪異のことは、なんかみんな知ってる感じなのかな。でもなんでここに住んでるんだろう。この辺かな。ケイナさんも同じだろうと。で、助け呼んでみましょうか。ちょっと待って。大丈夫？で、で、まるで極寒の中にいるようだ。はい。面白い？この辺りかな。あ、この辺り。で、ここで一旦セーブしましょう。記録で、ここに。で、助けを呼びましょう。誰か助けてください。俺が叫び声を上げると、どこからともなくわらわらと人が集まってきた。その間みんな笑顔を貼り付けている。なんだ、血は喧嘩か？いいぞ、もっとやれ。あの人たち笑ってないわよ。いいのかしら。ねえ、だってあそこ。いいじゃないか。そうだそうだ。これで私らの仲間入りだよ。飛び交う言葉を聞いて俺の中の絶望が広がった。ダメだ。この人たちはみんなもうまともじゃない。土の匂いが今まで一番強く立ち込める。耳元で声が聞こえた。面白い。面白い。ゆっくりと俺の顔に何かの手が回されるのを感じる。だけど恐怖で振り向けない。あるいは諦めだったかもしれない。もう終わりだという確信だけが俺の中にあったから。そんな自分がなぜか急に面白くなって俺は笑い出してしまった。笑う俺を指してケイノさんも笑っている。周りの野じ馬たちも笑っている。なんだ、みんな幸せそうじゃないか。そうか、この町の人たちはみんなこんな気分だったのか。なんて愉快でいい町なんだろう。この町にも慣れてきたつもりだったけど全然だった。今ようやく俺はこの町の一員になれたんだ。
それが嬉しくてまた笑いがこみ上げてきた。本当にこの町に引っ越してきてよかった。はい、そういうお話でした。いい話だなということで、もう一つの選択肢見ていきましょうか。選択肢3、走り出せっていうあののが見えたんですよね。もしかしてこれネタバレ？正しい選択肢出してくれてる？キアヌさん、すぐ戻るから。俺は立ち上がり全力で走り出した。その瞬間、ケイラさんの旦那の悲鳴が聞こえ、足を止める。続いて、ケイラさんの悲鳴。その声に振り向くと、お、子供かな。ケイラさんの顔に背後から何かの手が回されていた。怯える小動物のように下がっていたケイラさんの目尻は、その鋭い爪によって徐々に引っ張り上げられていく。さっきまで震えていた口を引き伸ばされ、口角がゆっくりと吊り上げられていく。いや、へへへ。ケイナさんの口から恐怖とも苦悶ともつかない笑い声が漏れ始める。頭の中に初めて会った時のケイナさんの顔が浮かび上がった。緊張している鬼に向けられたあの可憐なケイナさんの笑顔。手料理を作ってくれたり、ゴミ捨て場であったり、仕事帰りに一緒になった時に向けてくれたケイナさんの笑顔。どうしてかわからないけど、今までのいろんな場面で向けてくれたケイナさんの笑顔が走馬灯のように俺の中に浮かび上がってきた。そんなケイナさんの笑顔が今目の前で目も当てられないほど歪められている。目尻にかけられた指が皮膚の限界なんてお構いなしに引っ張り続けてるせいで、眼球の血管やまぶたの裏側まで痛々しく露出している。ケイナさんの可憐な唇は裂けそうなほど引き伸ばされ、真っ白な奥歯と真っ赤な歯茎が俺の目の前にさらされている。人の皮膚や筋肉の限界なんて無視して、何かはケイナさんの顔を吊り上げ続けた。それはもはや笑顔なんて呼べる顔じゃなかった。今まで見てきたどんな笑顔よりもおぞましい表情がそこには形作られていた。ついには目尻と口端の皮膚は限界を超え、血が流れ出す。それでも何かは手を離すことなく、ケイナさんの目尻と口角を吊り上げ続けた。彼女の背後で囁く何かの声が俺の耳まで届く。面白い。ケイナさんの口の端から悲鳴の声、悲痛な声があふれる。助けて。ケイナさんは自分の旦那に助けを求める。だけど旦那は情けない声を上げて逃げ去っていった。それを見て俺は我に返る。すぐに戻るから待ってて。俺は全力で駆け出しながら笑い死んでいたおばあさんを思い出した。あの人が亡くなったのもあいつのせいだったんだ。おばあさんが囲んでいた野じ馬も、車道で遊んでいた子供たちも、それを避けようと電柱に突っ込んだ運転手も、みんなあいつに呪われたんだ。大家さんも優しかった職場の先輩も N さんも、みんな最後はああなってしまうのか。ケイノさんさえも。いや、そんなことはさせない。ケイノさんは異性との交流が苦手だった俺にも気さくに接してくれた。荷ほどきにうんざりしている俺に手助けをしてくれた。晩飯の惣菜で済ませている俺に手料理を振る舞ってくれた。いつも俺に優しく接してくれた。ケイノさんのおかげで本当に毎日が楽しかったんだ。だから絶対に俺がケイノさんを助けるんだ。って
走り続けて、肺が限界を迎えつつある頃、ようやく交番が見えてきた。助けてください。駆け込んだはいいけど、息も怠惰でうまく説明できない。それでもなんとか途切れ途切れの言葉を続け、さっきの脇道で起きた出来事を話し終えた。やっと息も整ったところで顔を上げると、警察官は笑っていた。なるほどなるほど。いやー平和だな。みんな笑って笑顔で。いいことじゃないか。この街は実に平和だな。一気に俺の胸の内に絶望が湧き上がる。ダメだ。この人もダメだ。いや、頼りになる人なんかこの街にいるんだろうか。この街の誰がまともで誰がまともじゃないのかなんてわからない。信じられるのは自分だけだ。もうなりふり構っている場合じゃない。机の上に置かれていた警棒を目にやると、俺はそれを素早く奪い取り交番を飛び出した。一瞬だけ振り返ったけど、警官は座ったままニコニコとした顔でこっちを見ている。さっきから走りっぱなしで体力はとっくに底を尽きていたけど、それでも俺は走った。そして例の脇道のそばまで戻ってくると、そこには誰もいなかった。何かも男もケイナさんの姿もなかった。ケイナさん、ケイナさん、どこですか？ケイナさん。いくら周辺を探してもケイナさんは見つからなかった。夜の街に俺の声が響くばかり。そうだ、もしかしたらこの前の俺みたいに値切ることができたのかもしれない。それならきっとアパートに戻ってるはずだ。俺は念のため周囲を探しながらアパートへと戻ることにした。アパートの前までたどり着き、見上げると誰かが2階の手すりに腰掛けていた。ケイヌさんだ。よかった。やっぱり助かったんだ。俺の胸の内に安堵が広がる。ケイヌさん、よかったと言いかけて俺は立ち止まった。なんだか様子が変だ。ケイヌさんは手すりに腰掛けて、外側に足を放り出して、ブラブラさせて夜空の月を眺めている。その顔にはあのいびつな笑顔が張り付いていた。吊り上げられすぎて裂けた目尻の皮膚からは一筋の血が流れている。まるで涙のように。俺は手に持っていた警棒を落としてしまった。するとケイノさんはこちらに気づき、いつもと同じ声といつもと違う顔でクスクスと笑った。ねえ、エスケ君見て。今夜は三日月よ。確かに今夜は綺麗な月だった。ちょうど目の前に座るケアナさんの口元のように綺麗な三日月だった。そして悟った。もう、俺が知っているケイナさんはどこにもいないということを。もう、優しく微笑みかけてくれるケイナさんは戻ってこないということを。ケイナさんは楽しそうに笑い続ける。俺は涙で霞んでいく彼女をただ見つめることしかできなかった。綺麗な好きね。はい。というお話でしたとさ。あれからどうなったのか気になるね。英介くん、まだここにいるのかな？僕だったらすぐ引っ越したいけどね。お母さんに嬉しい広告できなかったね。隣人、旦那痛いみたいだった。そう言えばいいのかな。というわけで、CG 干渉していきます。街道でしたね。
どうやらあの道を通るとみんな笑顔になってしまうそうですね。皆さんも気をつけてくださいね。脇道にはご注意。というわけで、ですね、次回は、こちら。ゆべぬろ、僕がずっと気になってた話だね。これをやっていきたいと思います。というわけで、第1話目、カイドウ。これにて終了。という形になります。いやー、面白かったね。正気な人たちはあの道を通ってない人たちってことだね。まあ、警察はあれだよね。なんか、見回りだっけ、パトロールとか、そういうのがあるから、当然通るんだろうけど、多分工場にいた正気の人たちは、あの道を通らないでも工場に行ける人たちなんだろうな。さあ、カイドウと呼ばれている少年なのか、何なのか、カイの正体は一体何なのかっていう話になるんですけど、そこは、わからないんですね。というわけでね、どうだった？怖かった？やっぱね、GG イラスト、なんていうの、イラストがね、迫力があるね。顔はちょっと怖かったかもしれないね。ね、この人の作品のね、イラストがね、すごい全部ね、クオリティが高くて、臨場感のある恐怖を体験できる。そういう感じの、あれみたいですね。触れ込みです。というわけでね、また、明日の配信があるかどうかは、明日の僕次第という形になります。やれたらやる。やれたらいいな。という気持ちではいますね。はい、というわけで、こちらの会話はですね、まあ、たまに挟んでいく感じになります。全4話かな？ 3 話4話ですね。全部で4話なので、まあ、たまにやっていく形となります。次回は、ゆべぬろです。というわけで、本日ご視聴いただきありがとうございました。作業のお供になれたかな？はい。というわけで、ちょっと早いですかね。今日はこれにて終了ということにさせていただきます。では、また明日も金曜日だね。花金だ。張り切りすぎないように、また明日もよろしくね。それじゃあ、また次回、おつろく。